俺はオルクの商人、帝国語も話せる賢いオルクだ。人語を話せて人間とやりくりできるオルクがいてたまるかって。やめ、おめえらはだだっ広い暗黒銀河を大雑把に見すぎだぜ。そもそもウォーハンマー 40K はローグトレダーという TRPG から始まるわけだが、なんと俺たちオルクを金で雇えるシステムがあったってわけさ。わかるか？つまりオルクはてめえらが思うより話が通じんだ。中身の生えた古くせえ話してんじゃねえって。へへへ、早とちりだな。おめえらオルクに向いてるぜ。おいおいおい怒るなって。友好の証ってやつだろう。まあてめえの言う通り、オルクの商人なんざいてたまるかって気持ちも大事だぜ。40K 始めたて初心者に言ったしなすぐさま殴り合いなんだろうしな。なやつにはこいつを見せてやんな。ウォーハンマーコミュニティから無料 DL できる PDF のデタッチメントだ。この通りこいつらはお宝探して宇宙を駆け巡る海賊って見えるだろうが、こいつらこそがローグトレーダーで取引してやがった連中、フリーブーターだ。フリーブーターってなんだって？悪い、人間の言葉は統一感がなくていけねえな。けどこれで一目瞭然だろ。へへへ、小遣いもらったグレッチェンみたいな反応しやがってよ。よくわかったようだな。今でもフリーブーターでタッチメントがあるってことはな、俺みたいに人間と取引する。最高に賢いオルクがいてもいいってことだ。なもんで俺は無害ってことで解放してもらえませんか？人語を話すオルクだからとりあえず生かしてやったが、さっきからわけのわからないことばかり。所詮オルクの命乞いというわけだ。だよ、これ以上ねえほど明確でわかりやすかっただろ。そもそも見た目からして不可解だ。商人という割に物を持参していない。しかも背部でオルクが一人ってありえないではないか。身長もオルクどころか我々より小さい。下のグレッチェンともはてめえらが燃やしただろうが、こんなタッパだから切れる頭がねえとやってけねえんだよ。でもって今は持ち合わせがねえから手ぶらでいるだけだ。それは商人でなくホームレスだろう。俺だってこうなりたくてなったわけじゃねえよ。もともと俺たちはこの惑星との取引できた商用船の一員だ。帝国がオルクと取引するわけないだろう。さっきから言ってんじゃねえか。わかんねえやつだな。落ち着け、説明してやっから。まずおめえらはオルクを表面上しか知らねえから偏見まみれなんだ。なんだと？俺がお前ら帝国とオルクの理解の差を一つ一つ教えてやる。それでニューヨークぜ。貴様の情報に価値があると思えん。俺は情報屋だ。荷物が少ねえ根拠になるだろ。なるわけないだろ。そうだろうな。だがそれで手下のグレッチェンとも年もしくやってきたんだ。生きるために口先磨いて今日まで生きて、今はたった一つの命のために使おうってんだ。わかるか？てめえらに話す情報は俺の生き様そのものだ。納得いかねえなら見るなり役なり好きにしろ。いいだろう。シャワー。じゃまずおめえらが、オルクをどれだけ知ってんのか聞かせてくれ。動物に毛が生えた程度の原始生物。でかいくせにノロまで臆病だから群れる。まさにお前のことだな。俺を始末しないで正解だぜ聖女さんたちよ。次オルクに会ってないちころだろうかんな。誰事はやめろ。命がかかってることを忘れるな。おっと、なら一言で論破してやる。いいか？オルクってのを簡単に言うとな。アルク侵略生態系だ。おめえら、オルクは焼けと言われてるだろ。あれの本当の理由知らねえだろ。異端は浄化と決まってる。そうだな。てめえとオルクの胞子が土にたどり着いて、またオルクが生まれるからな。胞子？オルクはただの緑のデカ物じゃねえ。半分獣、半分キノコってところだ。オルクは一生、周囲に胞子を巻き続ける。いや死んだらもっと胞子出すから一生ではねえな。胞子は地面に潜り、条件が合えば地下で育ち、やがて新たなオルコイド生命体を生み出しやがる。オルコイド生命体？順を追って説明してやる。まず胞子がオルクから出る。この胞子は栄養のある土やら死体やらに向かうんだ。そんで比較的早く発生するのがスクリップだ。あの赤いのか？そうだ、こいつらは豚、牛、鶏、馬などの人間の家畜すべてを賄う優れものだ。そんなやついてたまるか？後で話してやる。でもってスノットリング。おめえらが焼いた連中よりさらに小さいやつな。こいつらが生まれてすぐスクリップの酪農と住処を建築していく。必ずやる。生まれてすぐ働くのか？人間みたいに赤子なんていねえ。だが力の序列はある。次に生まれるグレッチェンはこいつらより少しだけでけえ。で、そいつらが現れ始めや集落の住処を築いていく。そうして安住の地が作られた頃にオルクが発生するってわけよ。そんでもってオルクはでかくて強えやつが偉いからよ。先に現れた大量のスノットリングやグレッチェンは全員下働きになる。ちょっと待て、じゃあお前らは金一つからオルク社会まで発生させるということか？そうだな。オルクが生まれる時には社会が形成されてることになるのか？規模がでけえほど大きな。その規模は金と土地ということになるよな。いい着眼点だ。仮に惑星一つでオルクの大軍を滅して放置なんかした日な。より大きなオルクの大軍がその惑星で栄えてるだろうよ。よくわかった。
そりゃよか。貴様を焼却せねばならんということがな。待てなんでそうなる。お前が危険度を詳しく話してくれたからな。最後に帝国に尽くせたことを泣いて喜べ。カルカ押し付けんじゃねえ。約束が綺麗だろうが、そもそもてめえら俺を疑ってんだろうが、なんで話一つで滅却認定してんだよ。それは、つまり俺の情報には信憑性があったってわけだろ。まあ、一応は。だったらもっと情報を吐かせる方が有効的ってならねえか。こいつ生意気に頭使いやがるな。生きるために必死だっつってんだろうが。それも怪しいものだ。なんだと。聞いたところ、お前らは生まれた時から衣食住が約束されてるだけでなく、その世話係までいる。しかも世話係は奴隷で、お前らは力つくで言うこと聞かせた挙句にすぐ争う連中。争いにおいてはかなり有害な災害でのだ。ああ、その通りだろうな。そんな奴らがお前のように学習してそれを活かすなんておかしいだろう。何が言いてえ。我々だって生きるために先人から学ぶ。そうしてどんどん人類は進化していった。だがお前らは生まれた時にいる先人は奴隷で、学ぶことなく、生活はそいつら任せでオルクは戦うだけ。原始生活をわきまえるなら、何一つ学ばず一生戦えるサイクルとして成り立ってるわけだ。おう、そうだな。学ぶことが社会に形成されてない種族の中、お前みたいに生きるために情報を活かすなんて不気味だろうが。へえ、鋭い指摘すんじゃねえか。それほどでもない。確かにオルクは一部の変人以外、勉強したりすることはねえ。何せ生まれた時から遺伝子に組み込まれてる奴が生まれてくるからな。ネク、レインボーイ、ドク、ウィアードボーイ、ラントハードは、俺だな。などがこれに当たる。こいつらは勉強してこうなったわけじゃねえ。生まれつきこうだった連中だ。バカな。勉強いらずだと？月こそ物の上手なれ。ってやつだ。まあ大抵はオルクだからめちゃくちゃだがな。こいつらのイカれた趣味に金出してでも手を加えてるやつもオルクがいるからな。ネクならそいつの欲しがるバカうるさで拳銃を作ったり。毒なら頭が割れたオルクの頭蓋骨を鉄の頭にしちまう連中だ。むちゃくちゃすぎるだろ。事故どころか事件が起きてるぞ。そん時はそん時だ。オルクは大抵被害を出してでかくなる。土から生えてくるもんな。アウトプットやりたい放題じゃん。まるで帝国兵やんけ。つうわけだ。俺みたいな貸し系オルクもいるってことよ。なんということだ。予想以上に脅威のゼノだった。うわーするだけじゃないのか。なんだ、わーについて知ってるのか。ただの叫び声だろ。大進軍の時にも使うらしいな。うわーしてたらなんとかなると思ってやがる。それら全てに意味があるんだぜ。へへへ、耳かっぽじってよく聞いとけよ。まずおめえの言う通り、わーは全オルク共通の雄たけびだ。だろうな。でもって大進軍はわーっていうよりかは、大軍勢そのものがわーだ。意味がわからん。まずオルクは単体でも、人間よりでかくて強いのが、何のオルクだがな。その分喧嘩っぱやっていけねえ。何せと遠くの前に殴り合うからな。それを殴って止めるノブがいるんだろう。ノブは一般オルクよりでかい。それゆえしばき倒せると。知ってんなら話が早え。そんなノブさえもぶっ倒していること聞かせるのが大ボスだ。で一つの軍勢がどんどんでかくなりゃこの通り。というわけだ。大体わかった。確かに。だわ。なるのも仕方ない。で次が真骨頂。これだけの規模のオルクが。ってなるとよ。不可思議が起こる。不可思議？おめえらの科学的根拠で言うなら、ワープってのが発生しやがるんだよ。は？あくまでも呼ぶのか？いやオルク専用のワープだ。この規模の連中が群れやすえ。ってなると本当に強くなっちまうんだ。集団心理か何かか？ちげえ、マジに強くなんだ。プラシーボ効果、両脇のせいだろ。あねえな。が発生しちまうとな、それまで動かなかったポンコツ機械を動かしたり、赤いのが速くなったりとマジに起こりやがるんだ。ミームや、気のせいが現実化すると？そう簡単に言やそうだ。そんなのなんでもありだよ。そうはいかねえ。そんなノリを通用させるには説得力がいる。てめえらが俺を信じられないように、一人のオルクが騒いだところで何も起こやしねえ。現在進行形でそうだな。だが大規模。倒れた撮影、宇宙一の部族だ。最高の兵器を揃えてるぜ。って叫べば話は別よ。マジで足は速くなるわ。腕力は強くなるわ。兵器もやる気が出るわでたまんねえ。まさか、オルキネシスは本当だったのか？オルキネシス？一部の学者が言っていた、オルクは思い込むだけで現実になるという話だ。それはさすがに言い過ぎでは？そうだな。よく機械が動くと思えば動くやら、赤毛が速くなるなんてのは、せいぜい思い込みだろうよ。だが現実に起こるのだろう？ああ、だが手順としてだな。まず宇宙一バカでけえ。お用意する。その後かち上げた戦でやろうと思う。とぶち上げる。最高の戦で。して。そりゃそりゃ何でもできるってわけよ。で練習からはガンガン弾がぶっ飛ぶ。いくつなんか知るかと機械は動き回る。全力移動してから突撃だってできる。やろうともが集まやこの世のルールだって。となんでもありだ。まったくオルクは最高だぜ。あちあちあち。君たち、まだ初段の許可は出していないぞ。今すぐ滅ぼすべき種族です。大聖戦を用意してオルクを駆逐しましょう。笑顔で上階短所系。とりあえず何があったか話しなさい。なるほど。
お前は帝国の言葉を使いこなし、命の対価としてオルクの情報を与えたわけか。そうだ、俺は情報を先払いしたんだ。なのにこいつらと来たら。お前の目的は場合によってはこの背部で生きられる可能性があるぞ。セミがいる。なぜ？でけえ船を手に入れて、俺を小せえ弱っちいと見下しやがった連中を逆に笑ってやるためだ。その後、帝国に危害を加えるのだろう。はい。てめえらは共食いばっかしてんじゃねえか。今更俺なんと気にするもんかね。不気味なこと知りすぎてるな。身から出た詐欺だろ。てめえらの不法はますます銀座で広がるぜ。どこまで我々を知ってる？例えば最初のアルマゲドン戦役などは、ガスグッバルの話なら知ってらーな。それ以前は気にしたくもねえ。悪魔オカルマリーンとかは、んなもんどこも誰でもやってんだろうが、専門家がもしいたら俺は関わりたくねえ。命がいくらあっても足りなさそうだ。なるほど、利用する価値はありそうだな。せせせ、旦那、あんた恐ろしいね。答えたらやる気満々の質問ばっかしやがって。わきまえたのなら命だけは保証してやる。貴様の夢の一歩になるようなこともあるかもしれんぞ。はい、俺はオルクだぜ。人間に変われるなんざ。はい、では第二次アルマゲドン戦役について教えます。ではガスグッバルについてですが。ゼノの情報を惜しみなく与えるオルク、必ず役に立つと思って連れてきたが。ああ、前線で戦う兵だけに、オルクの情報をまとめて送っておくよ。だがさすがにこの光景はまずくないか？いや、私だってこんなことさせるつもりはなかったんだがな。修道会の教団に立つことを誇りに思え。意見を込めて授業をするんだな。第二次アルマゲドン戦役の話はよ。異種族に対して無頓着すぎないか？オルクが発生するのは死体や下水、湿地と栄養、そして時間が必要だからな。清潔を保った修道会に監禁すればオルク被害は少ないだろうよ。そういう問題かな？にしてもなんで鼻に奴隷用の爆破首はつけたの？ああ、オルクは死んだらその時はその時らしいが、顎がやられれば飯を食えなくなるだろ。それは死ぬより辛いから顎を守るんだ。だからって鼻に爆破首はって。本人曰く首より怖いそうだ。はぁ、